はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回は、キネラセレストの 1DT プラス 6BA ハイブリッドモデル、リレントレスです。サ BA モデルが流行りの頃は 7BA、8BA ぐらいまではよく見かけていた気がしますが、プレイナーモデルが流行り出したあたりから減っていったように思います。そうだね。今年は骨伝導ハイブリッドタイプが低価格化してどんどん出てくるのかと思ってたんだけど、予想が外れてサ BA ハイブリッドモデルが増えてきてるみたいだね。どうやらそんな流れみたいだ。最近イヤホンデビューした人にはサ BA ハイブリッドモデルは新鮮なんじゃないかな。じゃあ早速見ていこう。価格が27,000円前後とお高めモデルだったのね。1万円台かなと思ってたんでびっくりしたわ。パッケージ内容はこれ。ケースが結構いいわね。5 N の銀メッキケーブルは交換用のジャックと金属製の外側カバーはネジが切ってあってしっかり固定できるのが特徴。これいいね。外観は高品質な樹脂を使用。以前レビューしたセレストプルータスビーストと同じような工程で作られているようだね。フェイスプレートは鳥の羽と海の波のデザインなんだね。サイズはちょっと大きめに感じますね。なんでかな？縦横厚みが全部ちょっとずつ大きめに感じるのよね。この写真でわかるかな？なんか存在感あるでしょ？そうだね。でも片側 6g で重くはないよね。そうね。1DD プラス 6BA の内訳は上の通り。ダイナミックドライバーが 8mm なんだね。全部カスタムなのか。あと10012ユニットって初めてだね。そうだね。波形と聞いた印象が違うかもね。ではここからは波形を見ながら進めます。3種類のバンドルイヤーチップと音収録と視聴に使用したトム3歳の比較波形です。トム3歳はグレーとブラックの波形の中間的な特徴を持つようですね。メモリーフォームの広域が落ちていないのがちょっと意外でした。KZ のモデルなどでは広域がマイルドになる傾向だったからね。そうですよね。続いてワイヤーチップを重ねたものです。メモリーフォームとファイナル E が他とちょっと違う傾向になっています。あとはトム3歳2種類の波形とセドナイヤーフィットの2種類の波形になります。じゃあ今度はリレントレスのシングル波形ね。久しぶりにザ・ドンシャリって感じの波形見たわ。そうね。中域がだいぶ抑えられてる。2から5キロあたりが平坦なんでボーカルとかメロディーが少し引っ込み気味になるのかしらね。一旦この波形を頭に入れてもらった上でサウンドチェックに行きたいね。比較に適した同じドライバー構成のモデルってあるのかな？ちょっと古いけどあるよ。まず CCA-CKX。全身金属ボディで小さいのが特徴。リレントレスと比べると大きさかなり違うでしょ。ほんとね。こんな小さいのに BA が6機も入ってるんだ。さらにダイナミックドライバーでしょ。満員電車状態ね、きっと。多分ね。そしてもう一つは TRN-VX。片側 8BA の VX プロもあるけど、今回は同じドライバー構成の VX にした。どちらも3年ぐらい前のモデルだけど、CKX も VX もまだ買えるようなんで、今回の比較で気になったら、そちらに注目するのもありかな、なんて思うわ。ただ、価格帯が全然違っちゃったね。そこはご勘弁を。価格がわかる前に制作を進めていたんでしょ？仕方ないですよ。比較モデルも出揃ったんで、早速サウンドチェックですね。音質調整の基準はリレントレス。バンドルケーブルの交換ジャックを 4.4mm にしてバランス接続で収録したよ。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
CKX はリレントレスより中広域以上の抜けがちょっと弱めに感じましたね。2キロ付近のピークが厚めな分、ボーカルは VX の方がぐっと前に出ているけど、その上の帯域の抜けが比較すると今一つ。7キロ付近のピークはリレントレス以上だけど、10キロ以上の差が抜け方の違いとして現れてるんじゃないかな。そのようですね。CKX は小さなボディからは想像できないほどパワフル。2から8キロあたりの出方は3モデルの中では最強。100Hz から1キロ付近はリレントレスほど絞ってなくて帯域幅も結構あるんで、低域が他にモデルよりちょっとスッキリしない。ただ単体で聞いてる分には全然問題ないレベル。私は CKX が結構気に入ったわ。あとはリレントレスを聞いた感想ね。今回はリケーブルせずバンドルケーブルをバランス接続で聞いた感想ね。低域波形てみるよりパンチ力あってキックのキレがいい。ベースも曖昧さはあまり感じず聞き取りやすい。フロアタムも両管とアタックが両立している。スネアの胴鳴りはちょっと軽め。やっぱりリレントレスの最大の特徴は次の中域なのかな。そうだろうね。視覚的にはレベルを上げてるように見えないのに低域の存在感がすごいのは中域を思い切って絞ってるからでしょう。ここのレベル差がかなりあるからね。2から5キロあたりが平坦でボーカルメロディーが弱いのかなと思ったけど、そんなことなかったのも中域の落ち方が影響してると思うよ。このラインを少し下にずらすとなんか納得できた。ああ、ほんとだ。実際にはこんな感じで聞こえてるようね。その分7キロや13キロあたりのピークがかなり目立って聞こえるわけだ。そう。だから広域がちょっときつく感じる人がいるかもしれない。とはいえハイハットの細かい刻み、クラッシュシンバルの響きなどシンバル系の表現力は高いと思う。結構目立つ鳴り方なんだけど薄っぺらくなく芯の通った感じがしたね。中域がこれだけ落ちると聞こえづらい音もあるってことですよね。それが弱点ですか？だろうね。サウンドステージの広さを多少犠牲にしてるようにも感じた。立体感はあるし低位感もいいからあまり気にならないけど、全体的にメリハリがあってとても聞きやすい印象なのは確かなんで、こういうチューニングはあまり好きじゃなかったんだけど、結果的に気持ちよく聞けるんだからありだなぁと思った。3モデルを聞き比べてみて3年前のモデルと鳴り方で似ている部分も多いけど、リレントレスが一番すっきりメリハリがあったのは確かで、中域の思い切った落とし方と13キロ付近のピークが効いてる感じだね。音質だけで選ぶとしたらやっぱりリレントレスだろうな。お高め価格がネックですが、お高めだけあって高品質なノンシャリは新鮮で惹かれますね。欲しいな。今後またダビエーのハイブリッドモデルがどんどん出てきそうな気もするけど、リレントレスは買って後悔しない気がするな。ということでセレストの 1DD プラス 6BA ハイブリッドモデルリレントレスのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。